自分の中の日本庭園っていうのがやっぱりその作る手自身の考え方によって形は変わっていく。おはようございます。おはようございます。じゃあ今回また庭のお話第4回ということで、はいはい、今回ちょっと日本庭園のことについて聞いていこうかなと思ってまして、金井さんもガーデンリメイク、YouTube 始めてから、大きな日本庭園を何個か作ったりしてますけども、日本庭園を作る上で心がけてることとかって何かありますか？だからね、日本庭園ってこう一般的なね、歴史的な流れでこう見てきて、それで日本の庭っつうのがこうだっつうのがあるわけですよ。そのイメージっつうのがもう日本人で、日本の庭ってこうだと。我々が日本庭園というとなると、やっぱり神社仏閣今残ってる庭のねイメージっていうんですかね、そういうもののこう自然石使い、植物開墾であって、流れがあって竹垣があってというようなイメージで、灯籠があって飛び石がありという形的にはそういうものをさえ置けば日本庭園になってしまう。あと白川の砂をこうバッてで砂利を巻いてというような、それが一つの形なんですけども、自分の中での日本庭園ってどうなんだろうな。難しいんだよね、この年になっても。なぜかっつうと、私自身がそういう京都の庭師さんに修行してきたとか、そういう世界に若い時から飛び込んで、そういうのを触れてきたっつう人間じゃないんで、あくまで庭の技術にしても何にして自分流で、こんなもんか、こういうものだっつう形でこう突き進んできちゃったもんだから、だから本格的に、今ここで本格的な日本庭園をやってきたかやってこないかということ自体が私にとってはそれは何なのっていうような感じになっちゃってて、ただやはり一つ一点は、庭を作る人間っていうのは自分でデザインして自分で作って全て自分で作り上げるっていうことなのよ。で、日本人が作ってれば形的に外国の方から見ればそれが日本庭園って、その庭が日本庭園に見えてくると思う。だからその今作った時点において対比的に江戸時代ぐらいに作ったやつとかこう見比べたら、やはりそこに今から見たら、ちょっと今私が作ってるやつとちょっと違うんじゃない。それはもう時代的なこの世に生まれた形でいろんな情報が入った上の形だから違って、ですから極端な話、歌舞伎もすき家門にしても、私は今大体打ちっぱなしで作ったすき家門で、長野引き戸においては木を使ったりとか、そういう形になるぐらいで、形的なものはある程度カラーを使ったりなんかいろいろ自分の中の日本流の庭という形で使ったりするんですけど、やはりそこで変わってきてる、時代的に。でそれによってはね、作品として芸術的な自分の思想が入った形でこう作り上げてる方もいますけども、それほど石においても石の据え方においてもそれほどそんな意味合いあって据えてるわけでもないし、一つのリズム感で据えたりアクセントで質感の違い性で
置いてみたりという形で扱い方が多分違うと思うのね。だからそこでまた材料的にも素材的にも今までやっぱり日本庭園っていうのはもう国内だけの材料で、その中でも限られた地域だけの材料でこう作っていった。だけど時代が進むことによってね、関東の庭でも九州の石材が入ってきてこう作ってという形で見た目も変わってくるし、だからそれと同じように今我々が入ってきた材料、また逆にある材料、そこである材料っていうのはお客様にあるその材料を使ったり、だけどやはり本来の日本で全てが自分の意のままの素材は全て日本庭園を作る方もおられる。植木においても。だけど私の場合においては結構周りにあるもの、まずあるものの組み合わせでその世界を作っていくという形で全くちょっと違う形である。結果的に違った形になっていくと思うんですよね。だからそんなに深く意味合いも俺捉えてないし、ただ素材の選別によってこうお客さんの求め方によって日本庭園といえば自分なりの日本庭園のイメージでそのイメージでこれという頑固たる形もあんまりその状況にあってそのお客様の状況現場にあった素材感においてもできるだけ自分の中においては作っていくという前提があるんで、まあそれはブリコラージュという前提があるからその中で日本庭園を作っている言ってるに過ぎないから、まあ結果的にまあ今まで作った形がそうであって、だからどうなんだろうね、自分の中の日本庭園っていうのはやっぱりその作り手自身の考え方によって形は変わっていく。まああとは伝統的に伝承する形っていうのもあるかわかんないんですけども、そういう世界にも触れてないし、まあ、そういうのは書物的にこう見てるだけであって、あくまで本当にブリコラージュという概念考え方で物事庭をこう今和の世界作ったり、まあ逆に洋の世界の形にしたりして作ってるんで、それが一番なんだよね。だから素材においてはもっと本当に高級的な素材を使え、まあいい素材を使えばもっと品のある形に見た目もなると思うんだけど、それはあんまりしてない。素材は結構吟味した上でつうか、まあ現地で調達できるやつとか、まあそういう世界の中で作った日本庭園つうか作ってる日本庭園つうか、そういう中で作ってるから本当になんかデザインというよりどんな素材を使うかっていう方が大事ってことなんですかね。どんな素材ってその素材を選ぶにおいてもその現状に合わせた形で今はね作った引きさっき言いました漬物においても引き戸は室内に使った引き戸を外に使うとか窓を使うという、だから多分今までの漬物においてはそんなのは使ってきてないと思うんだけども、逆にそれはお客様の意向でそれでそれでいいということであれば
それは速やかに使っていって、だけどこれを使いたいって、これをで提供されたそれに合った逆に周りを合わせるっつうか形で来ちゃってるからね。日本庭園も結構決まりが多そうなイメージですけど、そういった決まりが多そうなイメージですけど、そういった面だから決まりって自分の中の決まりっつうかな、多分一つのほら仏教関係の庭園なんかっつったら決まりっつうか、だけどそれはやっぱり作り手の方自ら僧侶が作ってる場合もあると思うけど、作り手としたら結構僧侶のその宗教のあれによって石の組み方とかね、何々ってあったのか分かんないですけども、だからそれもやっぱりその時点でね、瀬主さんっていう形の作り手との関係で浮き入れて作ってるわけだから、だからその分においては変わってないんだよね、俺なんかもやはり。だから逆に自由に自分で好きなものを作れっつった時には作れないんじゃないかな。自分の私有地で自分の庭を作れっつったら逆にできないね。やはりいろんな条件があって、相手の要望があった上でいろんなことを考えた上で成功するっつう来てるから。もう若い時はもう必死になって今日いろんな庭を見て、それに真似事でどうやって結んでんだろう、どうやってっていうような形で基本形っつうか、今はもうどうなんだろう、竹垣なんか年につうか絶えず新鮮な新しいものに変えていく、それが良さとしてるんだけども、今はもうね、人工だけを使って作れば半永久的な、取り替える必要もないし、ただ構造的に壊れない限りそれはもうそのまんまの形でなっていくわけだから、だからそれがいいとはいいのか悪いのか、日本庭園の良さっつう、日本庭園の良さっつうのはそこでそういうきめ細かい手入れしていくことも入った上で、その日本庭園の良さっつうのがあるのかわかんないんだけど、本当に日本庭園もどんどん変わってきてると、そういうことですね。そうだね、変わってきてるっつうか、だけどそれが昔も歴史的に長い時間変わってきてんだよね、様式美が、こうやって様式美も新しく出てきて、だから今はちょうど何年先になれば今作ってるのがやっぱり今の時代の庭園かもわかんないし、そうやって大きく対極的に見ればね、流行的に1年ごとに変わってるってわけじゃなくて、結構大きな時間のサイクルで変わってるとは、思いますけどね。金井さんはじゃあ個人的には和風の庭園と洋風の庭園、どちらが好みとかはありますか？だから今洋風と思って作ってても、他から見たらね、やはり日本人の日本庭園じゃないかなとは思ってんだよ。だから日本庭園っつうのがやっぱし日本にある日本人が作った庭を日本庭園という概念で言えばね、だから今はね、ちょっと外国の方からの依頼が多いじゃないですか。だから私が作れば日本庭園にそういう理解してくれるわけ、見てくれるわけだからイギリス行った時に、ドイツ行った時にも本当は最初は初めてだったんで不安だったんですけど、ふっと自分が日本人である自分が作れば日本庭園になってしまう、そうやって見て、日本人が作った庭は日本庭園だと
コテコテの真似事の歴史的な形のものも一つ入れてあげれば、それをあえて工夫した形で自分でつくばいを作る。石からじゃなくて、そのつくばいっつう形を置いてあげることが余計に強調して日本庭園つ日本の庭だという外国の方から見られるということでは取り入れたりはしますけども、そんな感じで今作ってるから、だから別にこだわってそんな難しく感じないです。お客さんの要望においてじゃあ作っちゃいましょうって、これが一番面白かった。同じレンガの使い方でもその外国産のレンガを使ってんだけども、日本人っぽいってなんかと言われたこともあるし、使い方がね、アジアだねって。やっぱり使い方つうかなと、全体の構成の持っていき方がやっぱりちょっと違うのかなと、思います。ありがとうございます。じゃあ今回はこれで全然大丈夫です以上になります。いやすみません、また次回もよろしくお願いします。これ聞いてもな参考になる。いいや、言いたいだけ言って死んでいくんだから